空が青いなはい、おはようございます。今日は6月20日土曜日でございます。はい、ということで昨日はまあ天気良かったんですけど、今日は、今は曇りで、お昼前ぐらいから雨になってくるそうでございます。で、明日もね一日雨だそうでございます。はい、で今月いっぱいちょっとなんか雨模様っぽいですね。はい、で草刈りの依頼入ってるんですけど、ちょっと晴れ間を見つけてきてくれみたいな感じで言われてますんで、はい、ちょっとね、曇りだったらねやっちゃおうかなと思っております。ということで、最近ですね、やっぱいろいろね富津の経済のことをどうやったらね、盛り上げることができるんだろうかって、ずっと考えてるんですけども、ひらめいちゃいましたひらめいちゃいましてですね、はい、それ何かというとですね、やはり商売をする上で一番大切なのはやっぱり人だと思うんですよ。はい、ですので、私の場合ですね、便利屋も仕事もやってますが、結構ですね、やはりお客さん1回依頼してくれたお客さんが、3度も4度も依頼してくれるお客さんがだいぶ増えてきたんですね。はい、でなぜかというと、やっぱりそのお客さんを大切にしているからなんですよ。ですので、私はね100人のですね親友を作ろうかなと思っております。はい、で100人の親友ができたら、そしてその100人をみんな大切にしていったらですね、はい、1回1万円かもしれませんが、月の売り上げで1000万になってくると、そういうね、ことを、妄想したりするわけでございますよ。妄想ですよ、妄想。でもね、妄想が大事でありましてですね、そしたら、富津を盛り上げるオンラインサロン、仲間が100人集まったら、それぞれ、ご商売している方、自動車屋さんだったり、アイスクリーム屋さんだったり、レストランだったり、トマトを作ってる農家さんだったり、ブルーベリーを作ってる農家さんだったり、リサイクルショップやってるやつもいたり、便利屋やってるやつもいたり、いろいろね、もろもろいらっしゃると思うんですけども、富津を盛り上げるオンラインサロンで100人を集めると、100人がですね、やはり、知り合いのところ、親友のところでお買い物すると思うんですよ。はい、ですので、そうするとですね、富津市内でお金が循環しますよね。はい、そうすると、経営がですね安定してくるわけですよ。はい、やっぱり今まではみんな知らなかったんで、よそ行ってなんか買い物したり、よそ行ってお金が流れるようなね、例えばイオンに行っていくらお金を払ってもですね、富津の経済は回らないわけですね。ですが、富津市内の、皆さんが集まって100人集まればですね、売り上げが立つと。そうすると、いいんではないかなと。それがやはり、富津の経済を良くする根本のですね、仕組み作りなんではないかなと思いました。ですので私はね、100人の親友を、ね、作ります。はい、もう作っちゃうんです。はい、ですので、そしたらやっぱり非常に楽でございますよね。はい、そういうようなことをねいろいろ考えながら、今後もねやっていこうかなと思っております。来週24日6月24日、夜7時からですね、富津ラボで、第3回富津を盛り上げる仲間オンラインサロンのオフ会が
行われます。はい。前回は3人、前回も3人、まあでも4人ぐらいかな、4人、でやりましたが、今回は、4、5、6人か8人か、はい、そんな感じでねやろうと思ってますんで、もしね、これ見てご興味ある方は、ここでまずオンラインサロンに入ってもらって、それから、飛び込みでもいいですからね、集まってください。はい。誰でもどんな人でもウェルカムで、来てくださいということで、本日もよろしくお願いします。人月。はい、それでは毎朝のモーニングルーティンでございます。写真撮っていきたいと思います。こちら写真撮っていきたいと思います。それではさっき撮った写真をメルカリにアップしていきたいと思います。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ということでね、午前中終わったんですが、実はですね、一緒に今やってるおじさんの奥さんがですね、ちょっと、心臓かなんかで緊急搬送されまして、おじさん今日ね来れないということで、はい、このままちょっとね居残って、今日は農業×AI ラズベリーパイ×ノードレッドを、リサイクルショップからね、作業したいと思います。はい。こういう時のためにですね、フツラボ Wi-Fi 圏外でもですね、入ってプログラムをいじれると、そういうテールスケープっていうね、VPN っていうのを入れてますんでね、はい、今日はね居残りでちょっとここで、作業して、やりたいと思います。ということで本日もありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということでドローンいたします。ドローンはい、ということでね、場所は変わってません。はい、今からですね、農業×AI、ラズベリーパイ×ノードレッドということで、今日は、前回までにですね、2枚の写真、昨日の写真と今日の写真を比較して AI 診断かけると、そういうプログラムを作っていたわけでございますが、一応ね手動でポチッと押して、診断してくれるところまでできたんですが、LINE 制御、LINE で比較診断って送ると帰ってくるというのがちょっとまだできてなかったもんですから、今日はその辺ねやりたいと思います。ということで本日もよろしくお願いします。人月。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ということでね、やっと出来上がりましたよ。はい、プログラムがね、こちら LINE ね、まずですね、もう何回もやってんでねあれですけどね、写真診断ってまず打ち込みます。はい、そうすると異常なし、今日やるべき作業うんちゃらかんちゃらで、今日作ったのが比較診断、を打ち込みます。はい、そうするとね、比較診断の診断内容結果が、現れます。
ちょっとね何回もやってるんでね、昨日の画像と今日の画像の変化がありませんっていう風に出ちゃいますけども、このようにね、LINE で返信が、来るようになりました。はい。で、ダッシュボードの方にも、比較診断のね結果と、写真診断の結果が、出るようになってますんでね。はい。で、とりあえず今日はこれで以上となります。ということで、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということでね、なんか雨降ってきたんですけども、どうやら、また、近所のおばちゃんがですね、キッチンのですね、これキッチンの大丈夫？こけちゃってる。キッチンのですね、シンクのところに、下水詰まりしちゃったらしくて、すぐ見に来てって言われましたんで、今からね行ってきたいと思います。ということで、本日もありがとうございました。人月。にゃいちゃん、そんなとこで何やってんのね。にゃいちゃん。ということでね、行ったんですけどね、やばちゃん出かけてましてですね、はい。ちょっとね、やっぱ地方混じりの感じかなって、最近ね、おばちゃんボケてきちゃったのかなって感じで、人を呼んどいていなくなると。そういうことでございます。あれいねえのかな。はい、そしてこちらがね、最近フーツラボの方に来てくれた、近所のですねトマト農家の方でございます。で、今度畑見させてくださいっていうことでね、ちょっとお邪魔させていただきました。日本の未来はもう終わりだという人もいる。でも本当にそうだろうか。次の時代は地方から始め